皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、こんな感じのバズりコスメをメインに昔から愛され続けてて最近リニューアルしたよねっていうような注目コスメなどなどをふんだんにレビューしながらメイクアップしてみました。ということでどうぞ。日焼け止めこちらじゃん、バイ365パウダリー UV クリーム日焼け止めクリームです。顔体用の無色タイプの日焼け止めなんですけど、ちょっとねバッグの中とかに入れて持ち歩いてたらなんか落書きでもされましたかっていうぐらいなんかついちゃったんだよね。でもう結構何日も使ってますけど全然まだいっぱい入ってます。こんな感じでとにかくパウダリーで軽い面白いテクスチャーです。軽くはないな、ちょっと重ためなのかな、なんかこっくりしてるんですけどパウダリーな感じでちょっと固めなテクスチャーになってます。なんかパウダリーだから軽いって言っていいのか、でもなんか乗っけた感じはこうちょっとこう重たくこうまとわりついてくれる感じも感じるので、なんとなくなんかこのテクスチャーを紹介するの難しいなって思うような、そんな新しい雰囲気の日焼け止めになってました。 SPF50 プラス PA4 プラスということで日本のね水準の最高レベルの日焼け止めなんですけど、凹凸感をなんか若干フラットにしてくれるようなそんな感じもしますね。私的に顔に使うのももちろん推奨されてますけど、体に使う方がベタつかないから不快感がないというか、お洋服にベタっとまとわりつく感じとか汗と日焼け止めが混ざってぬるっとする感じ嫌じゃないですか。そういう感じが比較的これは少ないので体用にいいかなと思いました。あとね、耳も老化するんだって。顔だけじゃなくて首まで日焼け止め塗りなさいって最近はよく聞くと思うんですけど、耳までだそうです。ということで耳とかにのせる時にスプレータイプだとさ耳の穴の奥まで入っちゃいそうで怖いし、だからといってこうぬるぬるの美容液タイプの日焼け止めを耳にのせるのもなんかこうちょっとビチョビチョして気持ち悪い感じがすると思うんですけど、そういう時にパウダリーで固めに仕上げてくれるこの365がすごく耳とかそういうちょっと難しい部位にも使いやすいんじゃないかなって思いました。なんかサンダル焼けしないように足に塗ったりとかね、そういうヌルヌルするの嫌だなっていう場所にもいいと思います。なのでバズってる理由わかるなって思いました。はい、次はですねこちらボビー・ブラウンのインテンシブセラムラディアンスプライマーのロージーです。これもね日焼け止め効果もあってSPF24 の PA2 プラスですね。軽く入ってるかなっていう感じの、意外なんですけど今までこのインテンシブセラムラディアンスプライマーにこのピンクカラーロージーのカラーがなかったんですよ。で今回新色が追加されたっていうことで、もう長年愛されてて、私このパッケージの前まだ瓶っていうかさなんていうの、こうやって開けるタイプの黒いパッケージのやつがたくさんリニューアルしてこれになってるんですけど、初期の頃のもう56年6、7年かな前のほんと初期の頃に使ってた下地のもうレイヤーバージョンですかね。入れてなかったらね廃盤になりますからリニューアルされていかないのでね、それだけ世界で愛され続けている下地なんじゃないかなと思います。で実際ね何がいいかっていうと本当にねクリーミーなんですけどみずみずしくて軽くて薄く伸ばせます。なんですけど結構乾燥肌さんにもおすすめできるような高麗人参エキスだったりとか冬虫夏草っていう、それもね漢方由来のねすごく昔から健康にいいってされているものなんですけど、そういったものとかをもう本当に研究に研究を重ねて入れてくれているような、煮込んでみたり潰してみたりいろんな風に中に取り入れてみてっていうので研究に研究を重ねてこの下地を作ってくれたみたいなのですごいみずみずしいんですけどスッと馴染んでくれる感じで、今回発売されたロージーが本当絶妙なカラーでピンクカラーなんですけど結構ねベージュに近いようなほのかなピンクなんですよ。なんかトーンアップしすぎても浮いちゃうしとかね、人それぞれ肌の色も違うし悩みも違うと思うんですけど、そんな日本人の私たちに向けて作ってくれたような商品で、ボビ
ビー・ブラウンってさ、名前がさめっちゃボビー・ブラウンだからさなんかめっちゃ海外のねアメリカの方が作られてるのかなみたいな印象あるかなと思うんですけど、物にもねよるんですけど、この下地とかクッションファンデとかベースアイテムとか結構カラーものもね結構多いんですけど、結構日本で研究されて日本で開発してるものが結構多いんですよ。なので日本人が求めてるこのベーステクスチャーに仕上げてくれているっていう感じです。まだ試したことないよっていう方は、私も昔から好きなんですけど、より進化して、特にこのロージーカラーは浮かずに自然なトーンアップ加減でめちゃくちゃ使いやすいので試してみてほしいです。はい、次はですね、こちら上半期ベスコスでもかなり見かけたんですけど、アットコスメとかでもベストコスメアワードの、ロープライス部門のファンデーションで1位を取っていたりとか、とにかくカバー力があるらしくて色ムラを自然にぼかす AI フィルター級クッションだそうです。見た目もおしゃれで可愛い。おしゃれ。ちょっと開けてみます。ちょっと今日初めて使うのでファーストインプレッションっていいですかねでお話ししていきます。セミマットの肌にね仕上げてくれるそうですね。多分今の時期とかにもめちゃくちゃぴったりなんじゃないかな。鏡もついてて、これは17番のカラーになってます。カバー力ありそう。 SPF も30とかなので夏にも良さそう。なんかカバー力がかなりありそうな割には結構すぐ馴染んでくれそうな気がする。ちょっと半顔でやっていきます。結構私もなんだかんだセミマットぐらいが一番今使うな。夏だしね。今ここにニキビ跡があるんですけど、これもちょっと隠してみます。 AI フィルター級って書いてあるからこれも隠れんじゃない。だいぶさっきより見えなくなったんじゃない。塗ってない方塗った方、こんな感じです。トーンが均等になって、あとニキビ跡とかもかなり隠してくれてて、でもセミマットだから重たい感じもしなくて、めちゃくちゃ今の使い心地はいいです。なんかすごいいい口コミばっかりで、よれたりとかマスカラがにじんできたりとかもしにくいっていうことで、これキープできるんだったらかなりいいと思う。バズってるだけありますね。とにかく毛穴、このねちっちゃいタイプを売ってるっていうところも私的にはちゃんとこう試させてくれて自信がある証拠だろうなっていう気もしますよね。持ち運びにもいいし、ぜひちょっと気になった方はまずこのミニを試して自分のお肌に合ってたら大きいの買うっていうのもありなんじゃないかなと思います。次パウダーですね。パウダーも早速使ってるんですけど、私自身結構ね気に入っているアイテム紹介します。トランシーノの薬用 UV パウダー EX パフついてて肌色のパウダーになってます。一応カラーも乗るんですけど、そんなファンデーションっていうほど、ファンデーションパウダーっていうほどめちゃくちゃカラーが乗るっていうことではない。なんか自然に溶け込む。で、なんでこんなに人気なのかって思ったら、アットコスメでね上半期のパウダーのミドルコスメ部門で1位だったミドルコスメ部門で1位だったんですけど、すごく多機能みたいで、もちろんカバー力もねある程度あるので、肌の色ムラだったりシミとかを柔らかくカバーしてくれて、でSPF 値もかなり最高級っていうことで高いし、紫外線以外でもブルーライトだったり近赤外線とかもカットしてくれる効果が備わっているそうです。外に外出する時用のお直しとしてももちろん、室内でねパソコン作業する方とかのちょっとこうよれてきた時にお直しする時用とかにもいいですよね。こうブルーライトとかもさカットしてくれるから、お肌にも負担が軽減されるんじゃないかなっていうことで、値段もねミドルコスメなので求めやすいし、確かにこれは人気出るなっていう感じ。なんかパウダーファンデーションレベルのカバー力ではないけど、一応ちゃんと整えてくれるので、夕方くすんだお肌にのせるとちょっと透明感もアップする感じも感じたし、これはね確かに私もいいなって思いました。で、一緒にこれをね今日使っていきたいんですけど、こちらも紹介します。じゃん、ロージーローザのパウダーファンブラシ、新作賞ブラシ部門でリップスで1位だったんだ。結構いくつかベスコスを取ってるぐらい人気なパウダーだそうで、フェイスパウダーももちろんそうだと思うし、ハイライトとかチークとかシェーディングとか
にもいいそうですね。なんか思ってたよりも肉厚じゃなくて平ら。真正面から見るとこんな感じでだいぶ広かったんですけど、横から見ると若干こうカーブ効きつつも全体的にちょっと薄め、印象よりも薄めって感じ。めっちゃ良さそう。これパウダーブラシってやっぱさ、こうかなりぶっとめのものも多いので、細かいところにのせるっていうよりかは全体にのせる方が得意かなと思うんですけど、この薄さがあるからこうハイライト縦にこう使ってあげると、鼻の上だったりとかこう細い部分のハイライトとかも使いやすいのかなっていう感じですね。毛先をね極細加工してくれてるみたいなので、滑らかにふわっとお肌に乗ってくれるそうです。これでフェイスパウダーをのせていきます。カバー力あるパウダーではあるんですけど、こうやってふんわりのせてあげることで必要以上にベトっとつきすぎなくて、必要な分だけカバー力を足してくれて良さそう。ちょっと版画をのせます。やっぱさ、こうテカリというか余分なツヤを消し去ってくれるとかなりシュッと見えますよね。でブラシでのせた方がちょっと柔らかくのせれるかなっていう気はします。サラッサラな粉のパウダーの感じよりかは若干ちょっとこう重ためではあります。はい、でもカバー力もあるから、カバー力ないのに重たかったらすごい嫌ですけど、カバー力もあるからまあちょっとぐらい重くても SPF もあるしいいかなっていう感じ。はい、こんな感じです。確かにカバー力高いですね。多分ちょっと時間経って馴染んでくると、これがよりこうお肌に密着してくれていい感じになりそうな、そんな感じですね。実際お直しの時に使ってても割と綺麗にねお直しできたので、朝使うのももちろんいいんですけど、私的には持ち運びとして使うのがいいかなっていう感じがしました。ナーズのチークですね。やっぱりなんか私リニューアル前のチークちょっとパッケージがさ丸っこいやつ、チークも好きだったんですけど、やっぱリニューアル後のこのナーズのチークレベチでいいです。綺麗な発色だったり、この色欲しかったんだよねみたいなカラーを見つけることができて超優秀なので、ちょっと今日8月20日から発売されてるっていうことで、今日からっていうか発売今撮影している今日から発売なんですけど、はい、ちょっともう一色追加したので今日はその新しい色を使いたいと思います。ただこの色が私好きなの、もう何回も紹介してるからもういいよって感じだと思うんですけど、もう多分2回ぐらい YouTube で出たんじゃないかな。960番のなんかツヤが綺麗なピンクカラーが本当に多幸感で、どんなチークの上から追加でのせてもなんか透明感が増すんですよ。なのでこれはマストでね、ぜひゲットしていただきたいなと思うようなめっちゃ好きなチークです。で今日のメイクで使うのはこの925番。これまたツヤが可愛くて、色によってラメの大きさとかどんぐらいギラギラかっていうのも違うんですよ。同じチークのシリーズなんですけど、マットもあればキラッキラもあるしツヤっとしてる感じのもあるっていう感じで、色によって違うので本当店頭で見てもらうのが一番分かりやすいんですけど、私の大好きな925番は割とツヤっとキラッとツヤ寄りのキラみたいな感じです。じゃん、わかりますか？この綺麗さ、ちょっとツヤが出る感じ。このカラーはソフトピーチアプリコットカラーでアジア限定カラーなんですよ。なので、ちょっとお土産とかにもね、海外のお友達に会いに行く時にお土産として持って行ったりするのもいいかなと思うし、アジア限定っていうことはやっぱ私たちのお肌にぴったりっていうことなのでね、ちょっと使っていきたいと思います。ソフトピーチ、ちょっとピンクっぽいカラーとアプリコットの絶妙な組み合わせでイエロー味のあるツヤが若干出るんですよね。でもなんかラメがぎっしりっていうほどじゃなくて、ほのかにツヤを感じるみたいな、ほらそんな感じなのでめっちゃ可愛い。なんか本物の桃みたいな色ですね。なんか桃って意外と真っピンクじゃなくないですか？ちょっとイエロー味も感じたりとかする色だと思うんですけど、そんななんかリアルな桃みたいな色、なんかピンクすぎんのもオレンジすぎんのもなんかなって思った方はこの色ですね。間って感じ、どちらかといえばオレンジ寄りなんですけど、でもなんかピンク味も入ってるので扱いやすいかなっていう感じ
秋にも使いやすそうだし、今の時期にもぴったりな色です。はい、こんな感じでいかがでしょうか。もう最近このナーズのブラッシュのチークのこのハイライト感がたまんなく好きで、この色もね結構マジで推しです。今日から発売っていうことなのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、バズコスメ、次がですね、ちょっとこれもリニューアルのアイテムなんですけど、こちらアーディクションの単色アイシャドウがリニューアルしました。すごくないですか。結構事件ですよね。もう私が学生の頃から、まあでもパッケージリニューアル1回したか。初期の頃、私がコスメオタクになるもうちょい前ぐらいの時に、だからもう8年前とかなのかな、ちょっとパッケージ黒っぽかったですよね。そこから透明になってずっとで、今回またリニューアルっていう感じですごくね、パッケージもより洗練されてすごくいいです。でこれリフィル中身とこうパッケージをね、前回もそうだったと思うんですけど、こう買うことができるので、パレット作りたい方はこういう4色入りのもできるし、単色で使いたい方はこういう感じでケースを単色のケースにして使うっていう感じです。クリーム、マット、ネイキッドシアー、パール、スパークルの5種類の質感がリニューアルしました。こちらはクリームの 001C です。綺麗。ちょっとクリームタイプってさ、触るのちょっとドキドキするよね。こんな感じです。わー、綺麗だね。クリームは全4色っていうことで、艶やかな質感のクリームですね。クリームタイプってちょっとさ、二重幅に溜まりやすいイメージあるかと思うんですけど、クリーミーなのに高密着で長時間持続してくれるので、本当にこうベースとして密着させたいなっていう時にこの子を仕込んであげたりとか、より綺麗にねグラデーション作る時にやっぱり土台が大事なので、こういう肌色みたいなねベージュカラーを仕込んであげることで、より綺麗なグラデーションが作れるかなと思います。はい、次マットを使っていきます。マットは全16色っていうことで、やっぱグラデーションにはね欠かせないですよね。はい、ちょっと私の持ってるカラーがこのちょっと紫っぽいピンク003番、綺麗な色な感じ。005番、この色もマットです。めっちゃオレンジ、黄色かもはや。じゃあまずこのイエローをですね、土台にうっすら仕込んでいきます。うっすら仕込む時は結構こうふんわりしたブラシで全体にのせたら、ちょっと粉を落としてからのせます。クリームタイプを先にのせてるので、かなり密着力が高いですね。私的にね、このねイエローとピンクの組み合わせはかなり好きな組み合わせなので、どぎつくバンバンってのせるとちょっと喧嘩しちゃうかもしれないけど、こうやって優しくのせる分にはめちゃくちゃいいんじゃないかなって思ってます。こんな感じでやったら、目の上にだけふんわりのせました。イエローこんな感じ。のせ方によってもね本当に雰囲気変わるので、優しくのせると使いやすいですね。003番、こっちのカラーを取って二重幅あたりにのせていきます。かわいい。ムラにならずのせやすいです。いい色。ちょっとそのまま目の下にものせちゃいます。このカラーがネイキッドシアーだそうです。結構暗く見えるんですけど、なるほど、なんかちょっと透明感ある感じ。なんかストッキングのようにシームレスな、こうちょっと透け感のあるようなアイシャドウだそうです。目の際あたりをちょっとスモーキーにしてみますね。ネイキッドシアーもともとあったっけ？新しいジャンルかな。ちゃんと締色入ったのを感じるんですけど、でもなんかやりすぎた感が全くないので、締色苦手な方にぜひ使ってもらいたいですね。はい、こんな感じです。次、パールはもう皆さん慣れてるね慣れてるっていうか知ってると思うんですけど、004番と016番両方パールです。やっぱしっとりしてる。うわー、すごい綺麗。これもパールです。これもでもやっぱ綺麗ですね。じゃあせっかくなのでこっちのパールをちょっと上に足すか。今回リフィルっ
で売ってるので、正直ちょっとリフィルだけ買えば2000円台でデパコスのアイシャドウがゲットできるっていうことですごいですよね。地球にも優しいし、私たちのお財布にも優しい。こんな感じで中央にのせてみました。はい、最後スパークル003番。はい、最後スパークル003番、こんな感じです。こんな感じのキラキラ。じゃあちょっと真ん中にまたこれも最後のせて重ねていきます。ラメは何本のせてもいいですから。やっぱスパークル綺麗だね。ちょっとパールの色がまたこれが普通のシルバーじゃない。はい、こんな感じで涙袋と目の上にのせました。やっぱりね、ラメもしっとりしてるから涙袋にのせても落ちてこなさそうな、そんな質感になってます。テクスチャーもいろいろあるし、どぎつくなりすぎず、すごくいい感じのメイクになったんじゃないかなと思います。結構きつい色かなと思っても、質感によって柔らかく発色されたりもしたりするので、今っぽいメイクがね仕上がるんじゃないかなと思うし、こういう色欲しかったんだけど、でもなんかなかったなっていう色を見つけられるんじゃないかなって思いました。次のバズりコスメはこちら。じゃん。こちら MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードです。これ使ったことある方多いんじゃないですかね。もうこれも MAC といったら、有名なね、ファンデーションだったりリップだったり有名なアイテム多いと思うんですけど、その代表作の一つと言っても過言ではないほど、コスメ好きさんは1個は使ったことあるんじゃないかなっていうほどの名作ハイライトです。特にこのライトスカペードはもう愛され続けて何十年っていう感じで、結構ね明るめなカラーなんですけど、ブルーだったりとかね、オレンジだったりイエローだったり、いろんなカラーがこうマーブル模様になってます。これはねもう一つとして同じ柄のものもなくて、マイライトスカペードっていう感じのアイテムなんですが、今回このねもうずっと愛され続けてるバズりコスメの代表作のハイライトがなんとじゃん、マックでリキッドとして登場します。すごくない？結構私リキッドハイライト最近よく使うので、マックもねいよいよ出してくれたということで、なんでこのライトスカペードをちょっと先に出したかというと、なんとリキッドでもライトスカペードが出ます。だから同じ色ってことだよね。実際こっちはこんな感じに発色見えるんですけど、こっち側のリキッドのライトスカペードは結構肌色に見えます。こんな感じで、待って、でもツヤンツヤンですね。やっぱでもどっちも綺麗ですね。でもこうやって馴染んでいくとやっぱ似てるっていうか一緒の色だね。すごいツヤツヤですね。じゃあちょっとブラシでハイライトゾーンに、なんかもっとギラギラするかと思ったら意外と繊細な輝きで、普段使いに本当にめちゃくちゃいいと思うって感じで、特に頬とかはやっぱ頑張ってツヤを作りたい、そんな部分なので、結構こんぐらいちっちゃいブラシでピンポイントにのせてあげていいと思います。この三角ゾーンが綺麗だとお肌が綺麗に見えるので可愛いと思います。はい、まだ行きたいぞっていうところは上からパウダー、そうすることでより密着力が足されます。わーお、やっぱパウダーも綺麗。なんか使った感想としてはパウダーの方がやっぱちょっと白っていうかより発光するかも。リキッドの方がより馴染みがいいので、普段使いにライトスカペード使いたい時はリキッドもいいんですけど、ちょっとこう両方二刀流してより輝かしたいとこだけパウダーを足してもいいんじゃないかな。はい、次がですねリップ、こちらじゃーん。こちらがボビー・ブラウンからエクストラカラーシャインっていうリップスティックが上半期に発売されてたらしくて、3月ぐらいだったっけかな。
それが結構ねすごい話題になってたみたいで、ヌードカラーもたくさんあって、私たちが大好きなブラウンカラーとかもねたくさん出てました。全15色っていうことでカラーバリエーションも豊富だし、バームのような保湿力とリップスティックのような美しい発色ということで、結構ベスコスとかでもね美的とかで選ばれたりしていたので、これはっていうことでちょっと使っていきます。かわいい。今日のチークにぴったり、ホホバオイルとか植物性由来のボタニカルオイルを配合してくれている、8時間ぐらい1回塗ると保湿力がキープされるようなリップみたいで、本当リップバームみたいな使い方ができるようなめちゃくちゃ発色いいリップスティックっていう感じ。かわいいです。大人ヌーディーカラーです。こんな感じでパッケージも上品でめっちゃかわいい。ぜひねチェックしてみてください。ちょっと終わろうかなと思ったんですけど、まだこのシリーズも絶対紹介したいなということで、もうね発売されてるから早く紹介したくて、私の中でこれめっちゃ可愛いから絶対バズってねっていうコスメなんですけど、可愛い。パッケージからして可愛いじゃないですか。私セルフォークのアイシャドウ特に本当に大好きで、色作りが天才。しかも結構こうナチュラルコスメ寄りのブランドなので、セルフォークは本当にお肌にも優しくてっていうもので作ってくれているので好きなんですよね、すごく。なのでちょっと今日これで締めたいと思います。はい、これも可愛いんだけどね、本当に可愛いんですけど、はい、落とします。おしゃれじゃないですか。ブラウンもかっこいいブラウンで、ピンクも入ってるんですけど、上品なね大人っぽいラメですね。ここのベージュカラーとこのイエローカラーをミックスして使っていきます。したら目の下にもう早速こっちのピンクをがっつり入れちゃうぞ。一旦下にこれを引いて、ピンクだけで物足りなかったら別のカラーもブラウンとかも足していきます。ちょっとピンクだけじゃ物足りないかもな。目の上にも同じ色をわーっと指で。かわいい。このピンクのブラウンカラーも取って二重幅に。目の際にもちょっとだけ足します。完成。絶妙なブラウンピンク。ちょっとこれは可愛いです。でちょっとリップ変えるのもったいないんですけど、リップも塗りたいので一回落とします。セルフォークのリップやっぱねおしゃれな色多いと思うんですけど、今回はちょっとピンクっぽいカラー、リベレイティッドマットリップス N の01番です。ちょっとこう重ためなぺっとりしたテクスチャーのリップなので、それだけ発色もいいです。ちょっとのせます。やっぱどこか大人っぽい色ですよね。じゃあちょっとマスカラとかその他のやつも整えて、髪の毛も整えて戻ってきたいと思います。バイバイ。はい、ということでいかがでしょうか。これで今日のメイクが完成です。イエーイ。はい、ということで今回はバズりコスメ最新版っていうことで、昔からね愛されている、MAC のライトスカペードだったり NARS のチークだったりのリニューアル版とかもねそうなんですけど、人気だよねっていうアイテムから始まり、上半期とかベスコスを取ってて初めて使ってみたアイテムとかもありつつ、私の独断と偏見でやっぱめっちゃ可愛いっていう、ちょっとこれはもうパッケージからバズるべきでしょっていうぐらいのアイテムまで、もう結構いろいろオールジャンルで紹介してみました。やっぱりねバズったりとか SNS でたくさん名前が上がるのは理由があるなっていう気持ちになるぐらい、本当にどれもいい商品が多くて、新作もね多かったかなと思うので、気になってくださった方はねぜひリニューアルされたアイテムとか、アディクションのねアイシャドウとかも最後変えちゃいましたけどすごく良かったので、他の色もねちょっとずつ追加していこうかなと思うので、皆さんもね気になったアイテムあったらぜひ追加していってください。この動画がいいなと思ってくださ
さいましたらチャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok やレッドなどもやってるのでよかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。